今回はですね、イスラエルのキリストの体であるメシアニック共同体がどのような状況にあるかということを、統計の面から皆さんと学んでみたいというふうに思っています。でそのためにですね、今回はイスラエルからカスパリセンターのアレック・ゴールドバーグ氏をお迎えしております。で、ゴールドバーグ氏が所属するカスパリセンターというのは、北欧のクリスチャンによって設立されましたイスラエル・エルサレムにある組織でありまして、イスラエルのメシアニック共同体に、教育等の支援を行いながら、海外へのクリスチャンへの、イスラエルに関する教育とかさまざまなことを行っている団体であります。でその中で、アレック・ゴールドバーグ氏はですね、旧ソ連諸国の出身でありまして、ロシアで電子物理学の学位を得てからイスラエルに帰還されまして、2009年からカスパリセンターのスタッフとして、現在はカスパリセンターのですね、国内活動のディレクターという形の仕事をしておられます。で奥さんとお子さんが2人いらっしゃいまして、エルサレム郊外で暮らしておられるということでありまして、現在はですね、旧市街にありますクライストチャーチのコングリゲーションに参加しておられるということであります。そして、このカスパリセンターというのはですね、その活動の一環としまして、イスラエルメシアニック銃の状況に関する、調査研究を行っておられます。そして、イスラエルではですね、今日も話の中でも出てくると思うんですが、メシアニック銃に対して、迫害とはいうものレベルのものは少なくても嫌がらせとかは非常に多い状況でありまして、メシアニック銃であることを隠して生活しておられる方というのも多くいます。で現在でもですね、これも話が出てくると思うんですが、会員制度を設けていないというところも結構ありまして、その会員制度を設けられない理由というのの一つがですね、その毎日その名簿が流出するといろんな人に迷惑がかかるという、そういうふうな問題もあるということでありまして、またもう一つですね、ちょっと面白い理由がございまして、それはダビデ王が民の数を数えて疫病が起こったのでですね、数を数えない方が、信徒数も数えない方がいいんじゃないかというようなことをおっしゃる意見も私は聞いたことがございます。そういうことでですね、今まで、メシアニック銃の人数に関してさまざまな数字が発表されてまいりましたけれど、その中でもカスパリセンターにやっていただいたら最も客観的でですね、実態を反映しているものができると思うんでありますが、それでこの本がですね、実は20年ぐらい前に、1999年に出版されたですね、カスパリセンターの、メシアニック銃の統計でありまして、この当時はですね、カスパリセンターのスタッフだったブディル・スキオットさんという方が中心になってやられました。でこれご覧になったら見えるかどうかちょっと画面なんでよくわからないんでありますが、いっぱい付箋がついているのがお分かりいただけるかと思いますが、私、この本と一緒に何度もイスラエルに行ったりとかですね、していきまして、だいぶこう傷んできているわけでありますが、20年も経ちましたので、行くたびにですね、情報はだいぶ古いから新しい調査をしてくれって、実は私いつもカスパリセンターにお願いをしておりましたらですね、今回ですね、その20年ぐらい経ったということで、この新しい本が、新しい調査が、まとまってその出版されたという運びになっております。それで今回お話しいただくアレック・ゴールドバーグ氏とですね、もう一人のスタッフの方と2人でですね、この調査をしておられますので、最も現場に近い形でですね、内容をよく知っておられるのが今回の講師であるゴールドバーグ氏ということになると思います。ということでですね、では早速ゴールドバーグ氏に、これから報告や感想等について語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。So greetings to everyone from Jerusalem. Good evening. I'm very honored. 皆さん、イスラエルからこんばんはと。私は本当に今回のことをですね、光栄に思っておりまして。I'm very honored to be your guest speaker at this session. ここでですね、また話させていただくことも光栄に思っております。I will also want to thank you in a special way, your organization, a bridge between Zion and Japan, because you have contributed a lot to making this book come to pass. そしてですね、この日本のですね、クリスチャンの皆様を通して私たちにですね、この本を出版することを可能にしてくださった支援をいただいたですね、
シオンとの架け橋の方、そして日本の皆様にお礼を言いたいと思います。So thank you very much for this partnership. そしてこのパートナーシップについて本当に感謝しております。And I would like to present the main results of the survey that my colleague David Cerner and I have completed. 私とですね、このデビッド・サーナーさんといわれるカスパリセンターで共同で行ったですね、今回の調査の、主なですね、調査結果というのを紹介したいんですが、But perhaps I will first introduce very briefly myself a little bit. しかしですね、その前に私の紹介もしたいと思います。So I have lived in Israel since 2003. I'm an immigrant from Russia. 私はですね、ロシアから移民してきまして、2003年からですね、イスラエルの方に住んでいます。We moved here together with my wife and our son. 私たちの子供とですね、妻と3人で帰還しまして、And then we also got a daughter that was born here. そしてですね、一人娘がこちらで生まれました。She is now graduating her 9th grade. なので、今ですね、9年生なので、中3を卒業したところで、になっています。And our son is now doing his army service. そしてですね、長男の方はですね、現在兵役についています。By education, I am an engineer. My first education is in electrophysics. 私はですね、電子物理学というのを最初に勉強しまして、なので理系なんですね。But I also studied theology for the Master of Practical Theology degree, MA in Practical Theology. しかし同時にですね、この実践的神学というのをですね、修士で取りました。And I have been working for Kaspari Center since 2009. そして2009年からこちらのですね、カスパリセンターの方で奉仕しています。My position has mainly dealt with the projects that benefit the Messianic congregations. 基本的にですね、私が行っている活動というのは、メシアニックのですね、共同体に対するものなんですが、And so over the years, I've had a lot of contact with different congregations. なので、それを通してですね、いろいろなコングリゲーションとコンタクトができまして、And that has made my task as the author of such a survey easier. そしてですね、その関係というのがあってですね、今回のこの調査というのが、行うことができたとも言えるかと思います。I will probably also share a few words about my spiritual journey. そして私のですね、この霊的な旅路についても少し紹介したいと思うんですが、As I said, I am an immigrant from Russia. 私はですね、ロシアからの移民でして、I grew up in a Jewish family. 私はユダヤ人家庭に生まれ育って、Both my parents are Jewish. 両親両方がですね、ユダヤ人なんですが、And the special thing about Jews who lived in the Soviet Union is that the Jewish identity of the Soviet Jews was reduced to nationality. というのはですね、このロシア系のですね、そのソビエト系のですね、ユダヤ人の特徴というのがですね、このユダヤ的なこのアイデンティティというのがですね、どちらかというと、この国家的なアイデンティティというのにですね、格下げされるというようなことがあります。When you normally say a word Jew, people think, okay, religion. So that person belongs to the religion of Judaism. というのもですね、私たちが一般的にですね、ユダヤ人、または英語で言うとこのジューというのを使いますと、この宗教的な意味合いが入ってくるんですが、They worship in a synagogue and they stick to certain food laws and so on and so forth. シナゴグに行ったり、特定の食物規定を守ったりと。But the Soviet Union, as many of you probably know, was an atheistic state. しかしですね、このソビエト連邦というのは基本的にこの無神論の、無宗教のですね、国でして、The communists destroyed most churches and synagogues. このですね、共産党というのがですね、このすべてのですね、宗教というのを、キリスト教、ユダヤ教関わらず破壊したんですね。So very few were left. なので、この非常に少ないものしか残らなくて、The Bible was a forbidden book to read. そして聖書というのが禁書にされたり、
And so to be a Jew that lived in the Soviet Union, it became reduced to just a nationality, no religion, only a nationality. そこでですね、私たちがこのユダヤ人であるということがですね、この宗教的なユダヤ人というのではなくてですね、いわゆる血統であったりというところからのですね、ユダヤ人であるというふうなことに、意味合いとしてなりました。I didn't know who was Moses when I was growing up. 私がですね、この自分自身の誰だというのかというのはですね、もう育っていく中であんまり気にかけなかったんですが、I never heard about Abraham, Isaac, and Jacob other than just names of maybe some individual Jewish people that were, either relatives or friends. なのでですね、私がこのアブラハム、イサク、ヤコブというのを聞いたときにですね、私はですね、この父祖たちではなくてですね、いわゆる近くにいるユダヤ系の友人であるアブラハムとかイサクとかっていう名前が入ってくると、それをイメージするというふうなぐらいだったわけなんです。We did some kind of a celebration at Passover time. 何かしらのですね、このペサハですね、水越の祭りの祝うというのがあったんですが、But it wasn't even a celebration. We just add something special on those days. We had matzah, unleavened bread, but I had no idea why we added and what was the story behind it. しかしですね、これは祝うというほどのものではなくてですね、いわゆる食事の中にマッツァが出てきて、しかもそのマッツァというのがですね、この種の入ってないパンというのがどういう意味なのかということも分からずに育っていきました。The only religious thing about my Jewishness that I knew was that we, the Jews, killed Christ. そしてですね、私がですね、このユダヤ的なアイデンティティを持っていた唯一のこの、要素ですね、というのがですね、私たちユダヤ人というのがイエスを殺したという、その歴史的な事実だけがですね、唯一私たちに残っていたものでした。We killed the Christ of the Christians. That's what I heard from the people in the street. なので私がですね、同胞のユダヤ人のですね、人たちから街から聞いて生まれ育っていたというのがですね、私たちがキリスト教のメシアを殺したことによって殺したのであると、そういうふうな事実だけでした。Now you might say Soviet Union was an atheistic state. Why would people in the street talk about Christ and you killing Christ? そしてですね、皆さんもしかしたらソビエト連邦というのがですね、無神論の国だったのになぜそのキリスト教を殺したとかキリストを殺したとかっていうのが問題になるかというふうに疑問に思われるかと思うんですが、Of course, not everybody talked about it, but it was somewhere in the background from the Tsarist times, from the pre-communist times. これはですね、この、ソビエト連邦になる前のですね、いわゆるロシア帝国とかから続いている、キリスト教の伝統というのが背景として残っていて、そこからですね、何か言われるということはないんですけれども、事実として皆が知っていたというふうなことなんです。And so one day it was interesting to hear from one of my grandmothers that Jesus was actually a Jew. そしてですね、ある日、私のですね、祖母の一人からですね、祖母からですね、イエスがユダヤ人であるということを聞きました。My mother's mother once told me, Did you know that we Jews invented religion? そしてですね、私たちユダヤ人というのが実はその新しい宗教を発明したんだというふうに、ちょっと笑いながら言ったんですね。She was not a believer herself, but that's what she told me. 彼女自体はですね、ビリーバーではなかったんですけども、私にそういうふうに話したんです。And then there was another story that had to do with Jesus and was connected with my other grandmother. そしてですね、もう一人の方のお母さんからもですね、一つこの話があるんですが、I was about 10 years old, maybe. 10歳ぐらいの時に、And my father and his mother, my other grandmother, and I were traveling on a boat. It was a summer vacation time, and we took a tour on Volga River. そしてですね、その川をですね、クルージングというのをですね、家族でおばあさんと、そしてお父さんと一緒にそれをやっていたときに、クルーズしていたとき、And the boat would stop in one city and then in another city, and we'd get off board and would walk the city and tour the city and have some kind of cultural program. そしてですね、この川を下っていくときにですね、この町々に泊まって、そこの町をですね、少し観光して、文化を学ぶというふうなものだったんですが、And so in one of those cities, I don't remember where exactly, but visiting a Russian Orthodox church was a part of the cultural program.
そしてですね、その中でですね、どこ行ったかというのは覚えてないんですけれども、そのどこかの町でですね、ロシア正教の教会に入りました。They didn't destroy all the churches, they kept some. というのもですね、このソビエト連邦はこのいくつかの数少ない教会を残していたので、そこだったんですが、And I don't remember if my father was there on that particular visit to the church, but my grandmother was there with me. 父がですね、そこに一緒に入ったかどうかわからないんですけども、祖母と私がですね、2人入ったということは記憶しています。And I remember how we came to see the what is called in Russian ikonostas. そしてですね、私はこのロシアのですね、イコノスタスと言われるですね、このイコンのですね、聖人のですね、この絵ですね。It's a wall in a church, it's a wall in an Orthodox church that is covered with icons. というのもですね、この聖画がですね、こう壁のようになっていてですね、この祭司たちが入れる場所とですね、一般信徒たちをこう区切る壁というのがありまして、それを目にしたんですが、And we stood in front of an icon where a man and a woman were pictured. そしてですね、そこの、前に立った時にですね、男性と女性が一人ずつ立っているのを見て、And my grandmother leaned to me, to my ear and whispered,"Look at how Jewish their faces are." そしてですね、その、顔を見てですね、おばあさんがですね、私の方にちょっと寄りかかってきて、このユダヤ的な顔をですね、見てごらんというふうに、ちょっと冗談っぽく言ったんですね。So these were Jesus and Mary. それがですね、イエスとマリアだったんです。And so that was the story that I remembered very well because that's how Jesus's Jewishness became very clear to me, very visible to me. そしてそれがですね、この片方のおばあさんから聞いていた話がですね、このいわゆる視覚的に入ってきた瞬間ですね、それを私は非常に鮮明に記憶しています。So from that moment I knew that he was one of us. なので、その時からですね、私はですね、このイエスというのが私たちのうちの一人であるということに気づいていました。But I still wasn't a believer and I wasn't drawn to him. I didn't know anything else about him. しかしですね、その彼に惹かれるわけでもなく、近づくわけでもなくですね、この何も知らないというふうな状況が続きまして、Other that he was the founder of Christianity and that the Jews had to do something with his death, at least according to what the Christians are saying. そしてですね、この、イエスから新しいですね、宗教が生まれてですね、そのイエスというのが、キリスト教というのがこのユダヤ人をどうにかしなければいけないというところぐらいはですね、知っていたんですが、And so when I became a teenager, like every teenager, I was, doing all kinds of things. そしてですね、このティーンエイジャーですね、10代の後半になってですね、いろいろその年代の人間がやることというのをいろいろやっていたんですが、But pretty soon I was drawn into all kinds of Eastern practices. その中でですね、私はこの東洋の思想にですね、惹かれていったんですね。And in fact, the first one was what your country gave the world, Karate Do. そしてですね、その中の最初にですね、皆様の国がですね、生んだこの空手道というのをですね、惹かれたわけなんです。And then I went into Kung Fu and then into yoga and so on. カンフーだったり、ヨガだったり、そういうのをですね、いろいろ探していたんですが、I was trying to fill the hole that I felt inside of me. いわゆる自分の中にあるですね、空洞というのを埋めることというのをですね、私は試みていたんですが、Some kind of emptiness. 何かしらの空というのがありました。But it didn't, none of those practices didn't really fill it. しかしですね、どのですね、いわゆる武道であったり思想をですね、やっていても何か満たされるということがなかったんですね。And so by the age of about 20 or 21, I was once in the city of Vilnius in Lithuania. そしてですね、この20歳とか21の時にですね、このリトアニアのベルニスというふうな町に行きまして、I was visiting my other grandmother there, my mother's mother. She lived there. いう母方のですね、祖母がそこに住んでいたので、彼女を訪れたんです。And by that time, I began to read a little bit about religion. そしてそこでですね、私はもう宗教についてちょっと興味を持っていたので、何かしら読んでいたんですが、And I read something about Jesus, and I thought, well, he was an interesting teacher.
そしてですね、そこでこのイエスのことを知ってですね、彼はちょっと興味深い教師であるということはもう知っていたんですが、感じていたんですが、And so while I was in Vilnius, I was walking around the city and also visiting different churches. そしてですね、その町に行ってですね、私は様々な教会というのをちょっと巡ったんですが、Lithuania was more religious than Russia, and it was a Catholic country. リトアニアというのはですね、ロシアよりも宗教的、そしてですね、カトリック色が強い国でして、And so I remember coming to this Catholic church in Vilnius. なので、このベルニスのですね、カトリックの教会に行きました。And Catholics have not only icons, it's not so much icons, but they also have statues. そしてですね、この東方教会とは違ってですね、カトリックの教会というのはこう聖画というよりはですね、イコンというよりはですね、聖像ですね、いわゆるこう偶像になっていると、像があったんで、それを見たんですが、And so I was coming into the church, and there was this statue of Jesus at the entrance. そしてですね、教会のところに入ったらですね、玄関に、イエスの像というのがありました。And as I was passing by this statue, I looked at him. そこでですね、その横を通るときに私はその顔を見たんですけれども、The statue was the normal size, the normal human size. So Jesus was almost as tall as I, and his face was made very much alive. It was as if he was alive. そしてですね、この大体人間と同じぐらいのですね、等身大になっていてですね、本当にこの顔とかがですね、非常にこうリアルな形で作られていたので、At least that's how it felt at that moment. そこでですね、私はちょっと何かこう感じるものがあったんですね。And then I looked into his eyes. そしてこの彼のこう目を見たときに、And it felt that he had a question to me. 彼がですね、私に何かこう問いかけているような気がしたんです。It was a very weird feeling. それはちょっとこう奇妙な感情になったんですが、It was as if he was asking, Who am I for you? 私はですね、あなたにとってこの誰だろうかということを彼がですね、私に対してこう質問していたんです。And I just looked at him and I smiled at him as if he was alive. なので、そこでですね、私はこう何かこう答えるということではなくて、この彼の目を見てですね、こうニコッとこう微笑むことをしたんですが、And I thought to myself, this is an interesting experience. What could that mean? そしてですね、そこが終わった時にですね、私はこれは興味深い体験であって、非常に奥深くて、これはどういう意味なんだろうということを考え始めたわけです。And then basically that was it. And then sometime later, I won't get into the whole story, but I finally got a hold of the Bible. そしてですね、その後こういろいろこう縮小、ちょっとですね、短く話をすると、この聖書全体をですね、私がこう手に取った時っていうのがありまして、when I got it, I knew what I wanted to read first. そしてですね、私はこの、読み始めようと思ったんですけれども、I wanted to read the Sermon on the Mount. まずはですね、その三条の水訓をこう読もうというふうに思いまして、The one that is in Matthew 5, 6, and 7. このですね、マタイのですね、5、6、7ですね。I knew that I want to read it because sometime later I got a few lines from it quoted somewhere and they really spoke to me. というのもですね、その句のですね、この引用というのが何回かですね、私のこの目に入っていて、それをこう読みたいなというふうにずっと思っていたからなんです。And so I opened the book and そこで went こう、 straight to 開き Matthew まして、 5. マタイの5節に来て、 And a strange thing happened. そこでですね、ちょっと奇妙なこと、不思議なことが起こったんですが、Number one, I realized that this is the teaching I was looking for. まず最初にですね、思ったのが、これが私がこう探し求めていたことだということの確信でした。That nothing better, that I have read nothing better so far. 私が今まで読んだものの中でですね、これ以上のものはないというふうな感覚でした。Neither in Buddha's writings, nor in Confucius' writings, nor in anyone else's writings. That is it. That's what I was looking for. No need to search any further. いわゆる仏教にも儒教にも見られない、もうそれらのことをですね、他の道をこう探す必要がない、これこそ真理だということを私は確信したんです。The other thing that happened was I realized very quickly as I went through the text that I will not be able to live up to it. そしてですね、この聖句というのをですね、見てですね、私はそれを読み進めている間にですね、私はですね、これ以上のものをこう求めることができないというふうな感覚になりまして、
These words that I was reading, they had an interesting effect on my conscience. そしてですね、私の意識の中にですね、非常にこの興味深いことがあったんですが、I was feeling as if there was light coming from the page into my heart and showing me how dirty I was. というのもですね、私のですね、私がこう座っていたときにですね、そこの本を開いたときにですね、そこのページからですね、本当にこう光が差して、それがこう胸の中にこう入っていくというふうなことがですね、見えたんですね。And how far away I am from that standard. そしてですね、私がそこの書かれているですね、いわゆるスタンダード、基準からどれだけ離れているか、それにどれだけこう近づけることが困難であるかということを感じました。But eventually I met some people who believed in Jesus. そしてその後にですね、最終的に私はそれを信じている、イエスを信じている人たちとこう出会いまして、And they explained to me that I will never be able to live up to that standard in my own power. そしてですね、彼らから教えてもらったことというのが、私がですね、どんなにこう自分で努力したとしてもですね、このイエスが求めているこのスタンダードに立つことはこうできないのであると、自力ではできないんだと。And I believed them because I saw how they related to each other. そしてですね、そこでこのお互いのこの人の関係とかっていうのがですね、本当に印象的に残りまして、There was something very special in the dynamic in their relationship. そしてですね、その人間関係の中にですね、非常にこのユニークなですね、力学というのが働いているというふうに私はこう感じたんです。I didn't know that it was called agape love. アガペ、そう I です did ね。 not know that at that time, I did not know that this was called agape love. それがですね、このアガペラブというふうに呼ばれていることをですね、私はその時知らなかったんですが、But that was it. それがですね、その団体だったんですね。人たちだったんです。 That was what drew me to them and made me believe them. そしてですね、彼らの助けによってですね、私はこう信じるということに至りました。And so this is my story in a nutshell. これがですね、簡単にはですね、私のこの個人的な証かなというふうに思います。Let me get into the presentation itself now. ではですね、ここからこのプレゼンテーションの方ですね、本文の方にちょっと入っていきたいと思うんですが、We worked on the survey for basically for 4 years, almost 4 years. これはですね、最終的には大体この4年間ぐらいの時間をかけてですね、この本というふうな形になるプロジェクトでした。From 2018 to 2021. 2018年から2022年というふうな期間です。It was a lot of work. 非常にこう働くことが多くて。And we started because we had requests from some pastors of Messianic congregations. これを始めたきっかけというのはですね、メシアニックコングリゲーションのですね、いわゆるこのパスターたち、リーダーたちからのこのリクエストというかですね、依頼があったんですね。But also we kept hearing questions from people from abroad, from friends like you. そしてですね、またこの日本の皆様のような、この海外のですね、兄弟姉妹からのこの質問であったり、問い合わせというのもありました。The method we used was two things basically. We employed two methods. そしてですね、この調査をするにあたって私たちはですね、この2つのこのメソッド、方法というのをこう採用しました。We wanted to, we interviewed, first of all, personally interviewed the leaders of the congregations. まず最初にですね、このコングリエーションの各リーダーというのを個人的にですね、このインタビューして、So we personally interviewed about 250 people. そしてですね、大体この250人ぐらいのですね、リーダーからですね、個人的なこう話というのをしました。And then we also did an online survey of ordinary believers, not necessarily congregational leaders, but just congregation members. そしてですね、もう一つの調査というのがですね、このオンラインによる調査で、これはですね、メシアニックのリーダーとか関わらずですね、このメシアニック10に対するこのネットの調査というのを行いました。So the book presents the results of these two surveys. なので、そのですね、メソッド、2つのメソッドをですね、この、2つ組み合わせたものがですね、この本になっています。And of course, I should say what was our goal, because maybe it's not clear, not evident. What did we want to achieve? そしてですね、これを通して私たちがこうどういうことをですね、したいかというふうなことなんですが、We wanted to achieve a realistic picture of what is
the Israeli Messianic movement today. そのですね、私たちが行いたかったことというのがですね、いわゆるこの現実的な実際に起こっているこの青写真ですね、実像、メシアニック運動の実像というのがどういうふうなものなのかということを伝えることでした。By realistic picture, I mean realistic figures, of course. もちろんですね、この現実的な実像というのはですね、もちろん実際のこの信徒の数だったり、How many congregations are altogether there in Israel? How many believers are altogether in the movement? この運動に属しているコングリゲーション、グループが何グループあるのか、そして何人ぐらいの信徒がいるのか。But also other things like what do these people believe? しかしですね、それと同時に彼らがどういうことを信じているのかであったり、What are their views on different things? And who is Jewish and how many Jews and how many non-Jews are there? いろいろなですね、このことに関しての彼らの態度、考え方であったり、そしてユダヤ人という法人の割合であったり、What kind of congregations do they worship in? Big and small and charismatic or non-charismatic and so on. その一つ一つの規模であったり、いわゆるこのカリスマ的聖霊派であるか、非聖霊派であるかであったりということです。And so on. その他にもいろいろあるんですか？ And so, in order for our work to be as precise as possible, in order for our results to be as precise as possible, we had to introduce some definitions into this work. そしてですね、この正確なですね、結果というのを得るために私たちはですね、できるだけ正確なものを得るためにはこの正確な定義というのが必要になりました。We had to agree on what we mean by different words. このいろいろなですね、言葉を使用したときにその言葉というのがどういうものを指しているのかというのを正確に定義する必要があったんですね。For example, who shall we count as Jewish? そしてその中でですね、まず一つがですね、この誰をユダヤ人というふうに呼ぶのかと。How Jewish does a person have to be in order to be counted Jewish? いわゆる何パーセント Jewish on both sides or just one side and so on. 例えばですね、このユダヤ人というのは何パーセントになればユダヤ人だというふうに認められるのか、いわゆる父方、母方両方なのか、それとも片側だけでユダヤ人というふうに定義するのか。So we decided, for example, that we shall count a person to be a Jew if only one grandfather or grandmother are there in their lineage. Even if only one grandparent they have as a Jew, we will count them as Jewish. そこでですね、私たちはこの本においてですね、この結果の中ではですね、ユダヤ人、いわゆるジューと言われるですとか、ジュイッシュと言われるですね、定義というのをですね、その祖父母のうち、4人いる祖父母のうちですね、1人でもユダヤ人であれば、その孫はですね、ユダヤ人というふうにカウントするというふうなことで、取り決めました。This was our definition, and we knew that it is different from, for example, the rabbinic definition of a Jew. そしてですね、ここで使っているこのユダヤ人というふうな定義はですね、もちろんこのラビ的ユダヤ教におけるですね、ユダヤ人の定義とは違ったものになっています。Because in Jewish religion, you're a Jew if your mother is Jewish. というのもですね、このラビ的ユダヤ教の中のユダヤ人というのはですね、母親がユダヤ人であれば、その子はユダヤ人であるというふうより厳しいものになっています。But according to our definition, even if your father was half Jewish, it doesn't matter if his mother or if his father were Jewish.It was sufficient for us to have one Jewish grandparent to count someone as a Jew. そこでですね、私たちはですね、いわゆる両親がですね、ユダヤ人でなくても、例えばですね、祖父母のうちどちらかがですね、一人ユダヤ人がいれば、その父または母というのがですね、いわゆる半分ユダヤ人になるんですけれども、それらの子供というのもですね、すべてユダヤ人というふうに取り扱っています。We chose that definition because it has to do with the Israeli law of return.そしてですね、私たちがこれをユダヤ人というふうな定義を採用したこの経緯というかですね、そのバックグラウンドにはですね、イスラエルの帰還法という存在があります。It is the law that says that if you have one Jewish grandparent, you have the right to immigrate into Israel and become a citizen. というのもですね、
いわゆるこのラビ的なユダヤ人ではなかったとしてもですね、いわゆる祖父母の中に一人ユダヤ人がいればですね、いわゆるユダヤ系としてですね、イスラエルの方に帰還してイスラエル市民権を得ることができるというのがこのイスラエルの帰還法になります。And so we went with that kind of definition, and we also did a lot of work to develop other definitions. I won't get into all of them now. このですね、このいろいろなさまざまな言葉の定義というのをですね、すべて紹介すると、この時間も終わってしまうんですけれども、まずですね、例えばこのユダヤ人という定義を私たちはこのように取り決めました。It might sound a little boring to you. I understand that. まあ少しですね、皆さんにとってはちょっとつまらない講義かもしれませんが、But that's how it is in scholarly work. I'm sorry. これがですね、いわゆる学術的にですね、何かを調査するっていうのはですね、まあこういうことにちょっとなってしまうんですね。If you want to come up with some results that will be more or less precise and trustworthy, you first have to do a lot of preparation for that. いわゆるですね、この正確な結果を得たいときにはですね、その正確なですね、このメソッド、そしてこの定義というのを経てからですね、まあ正確な結果というのが得られるわけなんです。And so now let me try to present to you some of our main results. ここでですね、まあいくつかのですね、この主要な結果というのをですね、紹介したいかと思うんですが、Teruto, would you please show slide number 5? Number 5. That's where you have the circles, the ellipses. Okay, this one? No, this is 6. No, 6. Yeah, that's the one. That's the one. That's okay. Yeah. Okay. All right. So here on this picture, you have some figures. ここの中にですね、このいくつか、ありまして、丸があって。And you can see there are several ellipses, one inside another. このですね、楕円形が広がっていっているのが見えるかと思います。So let's look at the small one, the inner one at the core. このですね、一番中にあるですね、この一番角度のあるこの円を見てみますと。Okay. You have there groups 1 through 7 Messianic fellowships. ここではですね、グループ1から7、メシアニックフェローシップ、またメシアニック運動というふうにここに書いてあるんですが。So these are actually the Israeli Messianic congregations. これがですね、いわゆる皆さんが知っておられるですね、メシアニックコングリゲーションというふうに言われる人たちの運動です。It is the congregations that would call themselves in Hebrew Meshichim. これはヘブライ語でですね、自分たちのことをミシヒーム、いわゆるメシアニックだというふうに、自己定義する人たちのこのグループです。And if we count all the people that, according to their leaders, in these congregations worship regularly, and we add all these figures together, we will come to 15,323 individuals, children and adults. そしてですね、その中に存在するメシアニックのリーダーたちにですね、各々のリーダーに何人ぐらいのですね、会員数がいるか、いわゆる一般的に礼拝に来るメンバー数がいるかということをですね、すべて合計した数がですね、この 15,323 人になります。大人と子供両方合わせてです。Okay, so this is the core movement, you can say. これがですね、いわゆるこのコアとなる、運動のコアとなる、核となる部分だというふうに言えるんではないでしょうか。Then, if you go into the next ellipse, そしてその一つ外側に行きますと、exactly this one, you will see groups 1 through 7 plus group 8. この1から7にそこに8番目が足されているのがわかるかと思うんですが、So what is group 8? この8番というのは何かと言いますと、Group 8 is the congregations that are maybe not calling themselves messianic. これはですね、グループ、ここに所属しているグループというのはですね、メシアニックというふうには自分たちのことを定義せず、They are international churches that are present in Israel. というのはですね、このイスラエルに存在する、イスラエルに拠点があるですね、このインターナショナルな国際的な、教会ですね。For example, I don't know if you heard, maybe you probably heard in Japan as well, there is an international movement called Hillsong. 例えばですね、日本ではもうご存知の方も多いかもしれませんが、このヒルソンと言われるこのグループがあって、
They are charismatics. Their base is in Australia, but they have a large network, a large global network. この世界中にですね、オーストラリアが拠点なんですけど、世界中に大きなネットワークがありまして、and they are also present in Israel. そしてその中にですね、このイスラエルの中にも、彼らのこのプレゼンスというのがあるんですが、Or, for example, the Anglican Church. またはですね、このアングリカンチャーチですね、いわゆる英国正教会です。英国教会です。Or, let's say, the Baptist churches. あとはですね、このバプティスト系であったり、now, we did not count all the people that are in these churches. もちろんですね、その中の全員のですね、信徒の数をここに入れたわけではなく、but only the Jewish people in these movements. その中のですね、各教会にいるですね、このユダヤ人が一部参加している場合は、その一部だけをですね、ここにカウントとして入れました。And we came to the other number that you have, 17,157. そしてそれを足した数がですね、その1から7と8番を足した数というのがですね、17,157になるわけです。And so this is the broader circle where you find believers in Jesus who have something to do with the Jewish people. なので、ここにいる、数というのはですね、ユダヤ人の、キリスト者の、ナンバーなんですが、数字なんですが、They are not a part of some local Israeli messianic congregation, but they are still believers and they are citizens of Israel. 彼らはですね、ユダヤ系で、そしてですね、イスラエル市民なんですけれども、この地元のですね、メシアニック運動ではなくて、そういう海外のですね、インターナショナルの教会の方に属しているユダヤ人ビリーバー、またユダヤ系ビリーバーになります。And then finally, the largest circle, which includes Catholics and some other people that have their own groups. If you count all of them together, you will find that the total number would come to 20,277. そしてですね、その他にですね、このグループ10と言われる、旧教系だったりですね、そういうところにいるユダヤ系ビリーバーというのも合計してですね、イスラエルにいる全体のですね、ユダヤ人ビリーバーというのがですね、2277人になります。And so, to the question, how many Messianic Jews are in Israel, this is not really still not the answer. This is just the answer to another question. How many people are there in Israel that believe in Jesus and are connected to the Jewish people? そしてですね、この質問、これがですね、いわゆるイスラエル全体にいるメシアニック10、マシアニックビリーバーの数なのかと言われると、またそれはそうではなくてですね、というのも、これ以外にですね、いわゆるこのメシアニック10というのがですね、所属せずにいる可能性というのも、ありますし、Because inside these congregations, we have both Jews and non-Jews. そしてですね、そのメシアニック運動の中にはですね、いわゆるこのユダヤ人もいればですね、非ユダヤ人というのももちろんいますし、And so far, we're not getting into that question. We're just counting the total number. ここにas they're not necessarily Jews They're according not to your necessarily definition. Jews. For example, we're not members of saying that there are 15,000 Jews, Messianic Jews in Israel. We're saying there are 15,000 members of Israeli Messianic congregations. そうですね、ここで訂正しますと、この15,323人という一番小さい丸はですね、このメシアニック運動に属している人たちの中で、この中でですね、またユダヤ人、またはユダヤ人ではない人たちというのがまたいるわけです。And so we will get into the numbers of Jews and non-Jews a little further down, but for now, let's go into the next slide, into congregations and house groups. そこでですね、その中にユダヤ人と非ユダヤ人というのがですね、どれぐらいずついるかというのはまた後でお話をしようと思いまして、次ですね、のスライドの方にちょっと進んでいきたいと思います。Yes, that one. So you can see here that if we put together the two numbers that you have here, 76 and 197, we will get 273. これのですね、2つのこのカテゴリーを足しますと、273のですね、コングリゲーションの数に、回収の数になるんですが、If you remember something from the previous slide, you might remember that there was 15,000 approximately members of Israeli Messianic fellowships.
これがですね、大体1万5,000人のイスラエルのローカルのメシアニック運動の中の、縮図になります、のグラフになります。So these 15,000 people worship in these 197 congregations and 76 house groups. なので、この書かれているその前のスライドのですね、一番小さな1万5,000人の中の人たちがですね、いわゆる197のコングリゲーション、76のハウスグループのどちらかに属しているわけです。So what is the difference between a congregation and a house group? なので、このコングリゲーションとですね、いわゆるハウスグループというこの2つのですね、定義の違いを考えなければいけないんですが、We made a very simple criterion. これに関しては非常に簡単なですね、基準というのを私たちはもう設定しました。If there are more than 20 people in a group, we will count them as a congregation. 20人以上のグループであるならば、私たちはコングリゲーションというふうに、数として、計算し、And if they are 20 or less, we will count them as a house group. 20人以下のですね、教会はですね、私たちはいわゆるハウスグループ、家庭教会というふうなカテゴリーに入れました。Yes. And so that is the division 76 to 197. なので、76対197というのがですね、この結果になります。So if you look at that picture, you can see that the blue part is approximately 3/4 and the green part is approximately a quarter of the circle, right? なので、4分の3対4分の1ぐらいになっているのがわかるかなと思うんですが、So that means that most people prefer to worship in a larger group. なので、ここからわかるのはですね、いわゆるこのハウスグループであったり、小さいのよりもですね、いわゆる大きな、改宗の中でですね、礼拝するということを、メシアニック中がですね、好んでいるというのがわかります。But some prefer a smaller group, a smaller setting to worship in. しかしですね、その中ではですね、いわゆるこのより小さなグループをですね、好んでそこで礼拝する人を好む人たちも一定数いるというのがわかります。Yeah. Let's get to the other slide, slide 7, with different colors, with a few different colors. Or you mean the language or the location? Yeah, that one. That's Okay. the pizza slide. Okay. So what does that mean? You can read in your language that you have different geographical districts here corresponding to different colors. いわゆる地理的にですね、どれだけこの広がっているかというですね、この割合というのを表したものなんですが、So this is the distribution of these messianic congregations and house groups in the land. いわゆるこの地理的なですね、先ほどのコングリゲーションとハウスグループ両方合わせたもののですね、メシアニック運動のこの集まりのですね、分布になります。So you can see that the distribution is approximately even. これを見るとですね、大体ほとんどあまり大きい小さいというのがないかと思うんですが、Maybe with the Haifa region being a bit larger. 今のハイファがですね、他よりも大きいかなと。This slice of pizza is for Haifa. いわゆるこの大きいピザのような分け方をするとですね、いわゆる大きい一切れというのがハイファかなと思います。So in the Haifa region, there are more messianic congregations and house groups, a little more than in other. なので、ハイファの地方というのがですね、他の地方と比べるとですね、よりコングリゲーション、ハウスグループともに多いかなというふうな印象です。And if you are interested in checking math, the figures, and if you add all these figures together, you will see that the total is not 273. そしてですね、皆さん、この数学が好きであれば、この5つですね、6つですね、の数を足すとですね、273には届かないのをですね、分かっていただけるかなと思うんですが、You will see that it's actually less, and that is because some congregations requested for anonymity. そしてですね、それがなぜかというとですね、いくつかのですね、いわゆるコングリゲーションだったりグループというのがですね、名前というのをですね、伏せることを望んだからです。Very few did not want to participate. そしてですね、いくつかのこのですね、グループというのはですね、この調査に参加するということを望まなかったんですが、Maybe only 13 congregations, 12 or 13, something like that, did not want to participate in the survey.
12とか13ぐらいのですね、グループというのがこう参加というのをですね、あまりしたがらなかったと。But other congregations said, we will participate on a condition that you will not make our names and geographical coordinates public, that we will be anonymous. That was their condition, and we respected that. そしてですね、その中には入っていないんですけれども、もちろんこの調査には参加するんだけれども、統計の中でですね、私たちのこの名前と、私たちがこのどこら辺に活動しているかということはですね、伏せてほしいというふうなグループもありまして、私たちはもちろんそれをですね、彼らをリスペクトして了承しましたので、このような結果になっています。And that's why the total number here is smaller than the total number in the ellipses. なのでですね、先ほどの合計とですね、こちらの合計の方が小さいというのはそういうふうな理由があります。Let's go to the next slide. Yeah, that's the one. So here you see the different languages in which the congregation worships. これはですね、どの言語においてこの礼拝または集会というのが行われているのかというもので、to be more specific, to be more precise, it's the language in which the sermon is preached, the main language of the sermon. そしてですね、これをもう少し、より正確にですね、定義すると、どの言語というのが礼拝じゃなくてですね、いわゆる説教ですねとかメッセージの際に主要な言語として使用されているかというふうなものです。And so you can see that the blue part of the pizza is 83 congregations that where the main language of the sermon, where the preacher preaches in Hebrew. There are 83 out of 273. なので、273のうちですね、83のコングリエーション、またグループにおいてですね、いわゆるこの説教、メッセージというのが主にヘブライ語で行われるというふうな状況です。So, and then you also have the other languages. You have Romanian, Spanish, English, Amharic, and Russian. そしてですね、その他の言語の中で、ロシア語、アムハラ語、英語、スペイン語、ルーマニア語というのがありまして、And everybody is important. もちろん全てが重要なんですけども、Of course, but it's interesting that precisely, exactly half, 49.8%, 136 out of 273 are Russian-speaking congregations. そしてですね、この中で非常に、もちろん一番の結果というのがですね、273のコングリエーションのうち、ほぼ半分に当たるですね、136のコングリエーションというのが、いわゆるこのロシア語によるコングリエーションである、またはグループであるということが分かります。We can go to the next slide. And here we're looking at another parameter. We're looking at sabras. Who are sabras? ここでですね、私たちはこのサブラと言われる人たちの数をですね、割合なんですけども、サブラというのが何かと言いますと、The Hebrew word sabar means someone who was born in Israel. Born and raised in Israel. サブラというのはですね、ヘブライ語でツァバールというふうに言いまして、イスラエル生まれのユダヤ人、またユダヤ系の人たちのことを意味します。And we wanted to find out how many native Israelis are there in the congregations. なのでですね、このネイティブのいわゆるイスラエル出身のですね、ユダヤ系がどれだけいるのかということを調査したんですけども。Now, of course, if you look at a family that, such as my own family, for example, you immediately run into a problem. そしてですね、このイスラエルというですね、この移民国家であるという性質を見ていただくと、例えば私たちの家族でもですね、この問題というか、困難な点というのがありまして。The problem is, who do you count as a sabra? Do you count here also both adults and children, or only adults? なので、ここでですね、いわゆる子供たちと大人と子供を両方数えるのか、それともですね、大人だけを数えるのかとか。Because in my family, we only have one sabra out of 4 people. 例えばですね、私の家族はですね、4人家族なんですけども、私たちはですね、この一番下の娘の1人だけがですね、いわゆるこのサブラと言われるカテゴリーに当てはまるわけです。Our daughter was born in Israel and she is a Tzabarit. なので、私のですね、娘はですね、イスラエルで生まれて、このツァバリと言われるですね、サブラなんですが。
Our son was born in Russia, but he came here when he was 2 years and 2 weeks old. そしてですね、私たちの長男はですね、2歳2ヶ月の時にイスラエルに来たんです。So for him, Israel is actually he doesn't remember anything from Russia. なので、例えばですね、彼は、イスラエル以外のことを何も覚えていないんですね。ロシアの記憶が全くないんですが、But he wasn't born here. しかしですね、ここで生まれたわけではないと。And of course, my wife and I are not Tsabarim, we are immigrants. そして私たちはですね、完全な移民になるわけですね。So in this table, we have the adults only. なので、ここではですね、そういうふうなことを避けるためにですね、大人だけというのをですね、カウントすることにしました。And we wanted to look at how these adult Israelis who were born in Israel are distributed in different congregations. いわゆるこの言語別のですね、いわゆるグループの中でですね、どれだけこのイスラエルに育って、イスラエル生まれ、イスラエル育ちの成人のビリーバーがいるかということをですね、調べたんですが、So if you look at the line which says Sabras and it goes 180, 55 and so on. なので、この上の欄ですね、180、55というふうなところを左から見ていきますと、You can see that the highest number, of course, 912, is in the Hebrew-speaking congregations. なのでですね、もちろん自然な結果かもしれませんが、この最もですね、このサブラの人たちがいるコングリゲーションというのがですね、またグループというのがこのヘブライ語のものであるということがわかります。And under that figure, you have 28%. そしてですね、この下のヘブライ語の下の中にですね、この 28% という数字がありますが、Which means that these 912 people constitute adults, constitute 28% of all the adults in these Hebrew-speaking congregations. というのはですね、この912人というのがですね、このヘブライ語のコングリゲーションの全体のメンバーの中のですね、28% を占めているということなんです。So if you go to congregations with another main language, you will see that the percentage is naturally smaller. そしてですね、またこれも自然なことなんですけれども、他の言語になるとですね、いわゆるこのサブラ率というのがどんどん下がっているというのが分かります。And the total is 20%. そしてですね、この全体ですね、すべての言語を合わせたのの合計というのがですね、20% になります。In the last column. これがですね、一番右側ですね、右端になります。So what does that tell us? これはどういうことを言っているかと言いますと、That tells us about the movement that basically this movement is very much an immigrant movement. というのはですね、これがどういうことを言っているかと言いますと、このメシアニックの運動と言われる運動自体がですね、基本的には、移民のですね、運動であるということです。That there are native Israelis in this movement, among the adults and of course among the children as well. What did you say? Sorry. There are native Israelis in the movement, but they are a minority. もちろんですね、このネイティブ、イスラエルのですね、サブラもいるんですけども、彼らは非常に少数派でして。So we can look at the next slide now. Yes, this is the big scary table, but I hope you won't be scared by all the figures. I won't get into all of them, and I won't ask you to remember them. これをですね、すべて紹介するわけではありますし、ないですし、これをですね、すべて皆さんに覚えていただこうというわけでもないので、抜粋して紹介したいんですが。But if you want to really get the picture of the movement, this is the figure to go to. しかしですね、この運動のですね、実態を知ろうと思うとですね、このスライドというのは非常に重要になってきます。If you look at the first column, which says fellowships, that is actually something that you already saw in the pizza diagram, where you had half of the congregations colored by green as Russians, and about a third colored blue as Hebrew speaking. Here are the figures in the first column. このですね、一番左側のですね、フェローシップの欄をですね、このを見るとですね、これが先ほど見ていただいた各コングリゲーションの話者別のですね、数になるんですけども、言語別ですね、すみません。Yes. And then the next line and the next column says individuals.
how many people are altogether, both adults and children, are in all the congregations. Let's say in all the Russian-speaking congregations, you have 6,113 adults and children altogether. そしてですね、その右横がこちらの方が会員数になりまして、ロシア語のですね、コングリゲーション、またグループ全体に属している、大人とですね、子供を合わせると6113人になります。And if you go down this column, in the third line, in the second line, you have the Amharic speakers, that is the people from Ethiopia. そしてですね、この下の1603人というのがですね、このアムハラ語と呼ばれるエチオピアのですね、コングリゲーションになりまして、And then in the third line, you have the Hebrew-speaking congregations, and you see that they are 83 congregations, as we said, and their total number of adults and children together is 6,466. そしてですね、この3つ目がですね、ヘブライ語のコングリゲーションになりまして、これがですね、83のフェローシップ数でですね、そしてすべての会員、大人と子供を合わせた数がですね、6466人になります。And I want to stop here for a moment because it's interesting, I think, to compare the numbers in different congregations, in different language sectors. そしてですね、ここでですね、いわゆるその言語別におけるですね、いわゆる会員数っていうのをですね、ちょっと見てみると着目すると面白いかと思うのですが、you can see, for example, if you go down, you can see that the English-speaking congregations number 695. 例えばですね、この英語のですね、コングリゲーションまたはグループっていうのが16ありまして、それがですね、全部でですね、695なんですが、And the Spanish-speaking are even less. そしてですね、スペイン語のコングリゲーションになると、両方とも数が減っていると。So that means that the two major groups within the movement are the Hebrew-speaking congregations and the Russian-speaking congregations, the first and the third line. なのでですね、このメシアニック運動というのがですね、基本的には、ロシア語のコングリゲーション、そしてヘブライ語のコングリゲーションといわれる2つの大きな軸があるというのが、分かっていただけるかと思います。But it's interesting that in the Hebrew-speaking congregations, which are 83, it is actually a little more people than in the Russian congregations. ここでですね、興味深いのが、フェローシップの数はですね、いわゆる83とですね、いわゆる50以上ですね、少ないんですけれども、ロシア語と比較すると、会員数はですね、いわゆるこの350人ほど多い結果になっています。So why is it that there are 6,000, almost 6,500 individuals in 83 congregations with the Hebrew as the language of the sermon, and on the other hand, there are 6,100 in 136 Russian-speaking congregations. What does that mean? なのでですね、いわゆるこの6500人が83のコングリゲーションに属していると。そしてロシア語の場合はですね、いわゆる6000人がですね、いわゆる136のフェローシップの数に分散されているというのは、これはどういうことを示しているかと言いますと、Well, that only means that the Hebrew-speaking congregations on average are larger than the Russian ones. これはですね、いわゆるヘブライ語のコングリゲーションまたグループというのがですね、一つ一つの平均するとサイズが大きいということになります。And if you are really into math, you can figure out the average number of people in each congregation, in Russian-speaking or Hebrew-speaking or Amharic-speaking. But we won't get into that. そしてですね、会員数とですね、フェローシップを割っていただくとですね、それぞれの平均のですね、会員数というのが分かっていただけるかと思います。But let me get into the others. Before I leave this slide, I want to answer a question that some of you might be asking at that moment. そしてですね、これを前に進んでいく前にですね、まず皆さんが感じられておられるかもしれない疑問に一つお答えしたいんですが、The previous slide showed that there are only about 20% of native Israelis, and they are mostly in the Hebrew-speaking congregations. そしてですね、前のスライドではですね、この20% というのがですね、いわゆるサブラ、いわゆるイスラエル生まれの人たちで、それがですね、ほとんどヘブライ語のコングリゲーションに集まっているというふうなことだったと思うんですが、
But if you look at this table, you will see that the Hebrew-speaking congregations are home to the largest number of congregants, 6,466. That's the largest number in the individuals column. そしてですね、しかしこの会員数を見ていただくとですね、このヘブライ語というのがですね、他の言語のコングリゲーションよりもですね、人数としては多くなっているというのが分かっていただけると思います。In other words, when it comes to the number of the total number of the individuals, there are more individuals in Hebrew-speaking congregations than anywhere else, even more than in the Russian-speaking ones. なので、ヘブライ語のですね、コングリゲーションに属しているですね、メンバーというのがですね、他の言語、いわゆるロシア語よりもですね、多いというふうな現状なんですね。So why is such a small percentage of Sabras there in the movement if the total number of the Hebrew-speaking worshippers is over the half? なのでですね、このヘブライ語のですね、話者というのがそんなに多いのになぜですね、このサブラの割合というのがですね、低いのかというふうなことを考えてみますと、That's a good question. If you asked it, good job. You're following. And the answer is simple. これをですね、もし疑問に、答えるとするならば、これはですね、答えとしては一つ簡単なんですけれども、The answer is that in the Hebrew-speaking congregations, there is a whole lot of immigrants. このですね、ヘブライ語の話者のコングリゲーションの中の多くがですね、もう過半数が基本的にはですね、いろいろな移民で他の言語を話している人たちというのが参加しているからなんです。Some of them listen to the sermon through translation. そこの中ではですね、いわゆるこの、翻訳ですね、通訳というのがあって、通訳を通して聞いている人たちもいますし、like we did when we first became immigrants here. 私たち家族もですね、最初に移民として、新しい移民として参加したときは、そういうふうに通訳からですね、メッセージを聞いていました。We never joined any Russian-speaking congregation. We jumped straight into a Hebrew-speaking one. 例えば私たち一家はですね、このロシア語のコングリゲーションではなくてですね、ヘブライ語のコングリゲーションに参加したんですが、すぐ。And we were listening to the sermon with a headset in our ears, listening with one ear to Hebrew and with the other to the translation. なのでですね、私たち一家はですね、このヘッドセットをですね、受け取って、そこでですね、片耳はヘブライ語で、そしてもう一つはですね、この通信機を使ってロシア語の、通訳というのをですね、聞いていたんです。And other people have already mastered, other immigrants have already mastered their Hebrew and they don't need translation, but they're still immigrants. そしてですね、この何年もいるとですね、ヘブライ語を完全にマスターするんですけども、彼らはですね、このサブラになるというわけではなくて、常にこの移民であるというふうな立場に変わりはないわけです。So this is a little bit about the figures. これがですね、この、実態になるわけなんですが。Now let us look at the growth of the movement. What is happening over the years? ではですね、ここから、年数を経てですね、どれほどこの成長しているかということに、着目したいんですが。Yes, that one. Shoji Ishida showed you the 99 book that was called Facts and Myths. 庄司さんがですね、この会が始まる前にですね、99年に、出版されたですね、この神話と現実というですね、本を紹介していただいたと思うんですが。And in 1999, the Israeli Messianic movement numbered a little less than 5,000 members altogether, both Jews and non-Jews, but altogether adults and children, almost 5,000. その時ですね、この1999年の結果はですね、大体5000人、これがユダヤ人と非ユダヤ人ですね、そして大人、子供すべてを合わせた、このいわゆる運動に属している全人口がですね、5000人ちょっとである、弱であるということでした。And at that time, the population of Israel was 6,125,000 people. その時のですね、イスラエルの全人口というのが612万5千人でした。Now, if you want to ask yourself, how many are there Jewish believers in Jesus in Israel as a percentage of the adult Jewish Israeli population?
なので、例えばですね、この、ユダヤのですね、その中に、ユダヤ人がどれだけいてですね、ユダヤ人の聖人がどれだけいて、そしてユダヤ人がどれだけいて、その中におけるですね、ビリーバーの数というのをですね、この確率としてこう調べたいとき、Then you want to take the results of that survey and divide the figure of the Jewish adults in the Israeli Messianic movement by 3,678,000 adult Jews who lived in Israel at 1999. The first figure in the table, the left column, the first line. そしてその時のですね、ユダヤ系ビリーバーの数をですね、その当時のですね、ユダヤ系人口の成人の数でこう割るとですね、この 0.06% になるというのがですね、この1番とそれに対応する右側のですね、1番になります。And you get this very tiny figure, 0.06%. なので 0.06% という本当にですね、もうこう、非常に小さい割合なんですが。And if you get very discouraged and you want to get some higher numbers, perhaps then you want to include the children also. And then you get the next figure in the first line, 0.1%. そしてですね、この 0.06% というのはですね、非常にこうちょっと憂鬱にさせるかもしれないので、子供を合わせるとですね、それがこう 0.1% に若干こう上がる。This is still a very, very tiny percent. これもですね、非常にこう小さなパーセンテージというか数になりますし、It's not 2%, it's not 1%, it's not even half percent, it's a tenth of 1%. なのでこれはですね、1% でも 2% でもなく、0.5% でもなく 0.1 なんですね。In other words, in 1999, the Israeli Messianic movement was a tiny minority in Israel. なので、1999年当時はですね、もうマイノリティとも言えるほどの数にもならない数のですね、ユダヤ系のこうビリーバーというのがですね、いたんです。So in this table, we tried to answer the question, what has happened over the period of 21 years? How has the movement grown? そしてですね、ここの上の部分と下の部分でですね、21年間の中でですね、メシアニック運動というのがですね、どれだけこう成長していったかということを考えますと、And what we have figured out is that today the percentages, if you look at 2020, today the percentages are actually larger. そしてですね、この99年と2020年を比べてみますとですね、この割合を見ているとですね、2020年の方がですね、割合としても上回っているということが分かります。You will say, but they are still very small, less than 1% still. まずですね、もちろんこの中でもですね、いわゆる 1% 未満であるということでですね、非常に少ないだろうというふうに主張される方もいて、それは正しいんですけれども、And you would be very right, that would be very true. これはですね、皆さんとても正しい意見ですし、その通りなんですが、But what is encouraging is that if you compare the second line to the first line, and then you look at the growth of the population in Israel altogether, the total population, you will see that the Messianic population of Israel is growing faster than the general population. しかしですね、ここで私たちがですね、非常にこう力強をですね、励まされるべきだと思うのがですね、このユダヤ系の全体のですね、全体の人口層の増え方よりもですね、私たちビリーバーのですね、増え方の方が大きいというふうな点です。And that is very encouraging. これは非常にですね、励ましになるかと思います。In other words, we're not simply growing. 私たちはですね、この、成長しているという一言だけではなく、We're growing faster than the total population of Israel is growing. いわゆるこのイスラエルのですね、全人口層が一般的な人口層よりもですね、速いスピードで私たちの方が成長しているというふうな言い方ができるわけです。What was 0.1 in 99 is 0.36 today. その時はですね、例えばこうユダヤ系のですね、いわゆるユダヤ系全体の人口におけるビリーバーの数というのがですね、0.1% だったのが、いわゆるこう 3.6 倍になっているわけです。Now, your temptation might be to jump into predictions based on that. これをですね、考えていただくとですね、その次がですね、どういうふうな予測になっていくかっていうふうになるかと思うんですが、It is indeed very tempting, but we won't do that.
これがですね、どういうふうになっていくかということはですね、非常にそれを、衝動に駆られるんですが、それはですね、まだその未来に置いておきたいと思います。We very much believe that the movement will continue to grow. 私はですね、個人としてですね、この運動が、発展していくというふうに信じていますが、And we believe that eventually all Israel will be saved, whatever it means. そしてですね、この正確な聖句の意味がですね、どういうふうなことを指しているかというのは分からない部分もありますけれども、イスラエル全体がですね、救われるということを私たちは信じているんですが、But as to when that will happen and how that will happen, I'd rather not make any predictions. It's too complicated a matter for me. 例えばですね、なのでこの 0.36% がどのように 100% になっていくかということをどのように、そしていつなるかということに関する質問に関してはですね、私はこの場ではですね、言及を避けたいと思います。Fine. Okay. 時間がですね、ちょっと限れてきたので、ではですね、このユダヤ系ビリーバーたちのですね、自己定義ということについてですね、取り扱いたいと思うんですが、That is titled Preferred Label for the Community of Jewish Believers in Israel. There is aこれはですね、いわゆるメシアニック運動の中に属している人たちがですね、自分たちのことをどのようにですね、このラベリングされたいか、どのような形でですね、呼ばれたいかということの、自己定義ですね、自分たちが一番しっくりくる自己定義を複数選択するというものなんですが、If you ask an Israeli Jewish believer in Yeshua, what is your religion? いわゆるこのユダヤ人であるビリーバーたちにですね、あなたのこの宗教は何なのかというふうに聞かれたときに、In other words, are you a Jew or are you a Christian? Who are you? あなたはユダヤ人なのか、あなたはクリスチャンなのか、あなたは誰なんだということを、誰でも聞かれた経験があるかと思います。Here you have in this slide, you have the distribution of various possible answers, the tabulation. そしてですね、ここの中ではですね、さまざまな、この選択肢というのを用意して、彼らがですね、どれを選択するかというのをちょっと見てみたんですが、we took a sampling of 495, if I remember correctly. No, a bit less, 400 and where was that figure? 487 participants for our online survey. 487ですね。なので500弱ぐらいのですね、このインターネットの中のですね、オンラインの、調査だったんですが、and they represented 84 different congregations. その中でですね、大体84の、コングリゲーション、グループからのですね、人数になっていました。And so this is their answers. This is the presentation of their answers to this question. How would they define themselves? なので、これがですね、自分たちをどのように定義しますかというふうな質問に関する彼らのですね、答えになるんですが、I want you to look first of all at the two largest sticks, 60.3 and 39.2. ここのですね、まず大きな2つですね、60.3% と 39.2% というのにですね、着目したいんですが、So the majority of the respondents said that they prefer to be identified as Messianic Jewish. なのでですね、この過半数がですね、いわゆるマジョリティの人たちがですね、メシアニック・ジューというふうに自分たちのことを定義するというふうに答えました。Now, next to them, you have simply Messianic without the word Jewish. そしてですね、その左横にあるのがですね、いわゆるこのメシアニックと言われるユダヤ人と、ジューと言われるですね、単語を取り除いたものなんですが、Why would some people not use the word Jewish, for example? なので、例えばですね、なぜジューとかジュイッシュと言われるですね、単語を使わない人たちがかなりの数いたかというふうなことを考えると、Well, the first obvious possibility is that they are not ethnically Jews. もうその中でですね、まず一つに言えることがですね、彼らがいわゆるこの民族的、また系統的にですね、ユダヤ人ではないということが考えられますし、They are a part of a Messianic congregation for some reason. いわゆるこのメシアニック運動の中にですね、加えられてそのメンバーになったんですが、But they're not Jewish. 彼らはこのユダヤ人ではないと。And so perhaps that is the reason that they would identify as Messianic, but not Messianic Jewish.
なのでですね、そういう人たちが多いということがですね、このメシアニックというのを選択して、メシアニック児を選択しない人たちがいたというふうな、一定数いたということに現れているのではないかと考えられます。Other people, 22.2% would identify as Jewish believers. そして 22.2% の人たちがですね、ユダヤ人ビリーバー、ユダヤ人信者であると、ビリーバーというふうな言葉を使いました。So most of them are probably Jewish ethnically. その中の多くはですね、この中の基本的に大半はですね、いわゆる血統的にユダヤ人である可能性が高いんですが、But they are, for some reason, uncomfortable with the word messianic. この中の多くの人たちがですね、おそらくいわゆるメシアニックというふうの単語ですね、に関して、あんまりそれを使いたがらなかったということが考えられます。And then there are other options. そしてですね、その他のオプションというかですね、選択肢があるんですが、So this is when it comes to the identity of the Israeli believers in Jesus. これがですね、イエスのうちにあるですね、ユダヤ人、イスラエル人のですね、ビリーバーたちが自分たちをどのようにですね、定義しているかというふうなことの答えになるかと思います。I have been able to present you some of the main results very briefly. その他にですね、もう少しですね、この基本的な結果というのをですね、皆さんに紹介したいんですが、So if you're interested in learning more, you can access the book. You can buy it on Amazon as a Kindle version, or you can order it as a physical copy. But the book is finally printed and available. そしてですね、よりこの学びをですね、深めて、よりですね、イスラエルのうちにですね、イエスを信じている人たちのことをですね、より深く統計的に知りたい方はですね、いわゆる Amazon であったり、また Kindle であったり、いわゆるコピーですね、ハードコピーと、またですね、PDF であったり、電子版というのもあったりしますので、そちらの方ですね、購入してですね、学びを深めていただければなというふうに思います。And I want to again use this opportunity to say arigato to you as our partners. そしてですね、皆様に対してですね、本当にこのプロジェクトにですね、協力していただきまして、このありがとうございましたというふうな言葉をですね、この場を借りてですね、皆様にお伝えしたいと思います。And also for your attention. そしてですね、これについて興味を持っていただいて、このですね、レクチャーを聞いていただいたことに関してもお礼を申し上げます。